いわゆるゴムですね。あとやっぱり私ね、靴底が大好きなんですよ。ゴムの中にぐわーっと入ってる感じがすごくするんで、私にとっては肌なんですよね。人間じゃないものになりたいなってすごい子供の頃から思ってたんですよ。これだよとか思って、この締め付けだよとか思って。フェティシズムって一つのそういう無機質に対する愛情の一つだから、この姿が本当の私なのかもしれないなっていう。南青山マニアックチャンネル。どうもはじめまして、大谷です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大谷さんは何のマニアに？私はラバーマニアです。ラバーです。ゴムです。あと長靴とかが好きなので、はい。今来てもらったばっかで申し訳ないんですけど、はい。早速ラバーの方を見せていただければと。わかりました。コレクションのほんの一部になりますが、よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。これがラバーです。ラバーです。まあいわゆるゴムですね。はい。皆さん身近なところだと、輪ゴムもそうだし、感触で言うとコンドームに近いのかもしれない。ぬるぬるしてるんで、滑りもしてるんで、それの重いパンチって思っていただければ。まずこれは帽子です。皆さんマスクと一緒になってると言うけど、一応帽子でこういう感じでかぶってます。でこのマークは私がこの世界に引き込まれたドイツのヘビーラバーっていう雑誌があるんですけど、そこの有名なビデオを作ってるんですけど、そこのフェティッシュアカデミーっていう、作品があるんですけど、それのマークなんです。あとキャットスーツ、これは全部一体型になってます。であとはコルセット、これは私さっきレインコートが好きなんで、こういう普段レインコート風にも着れるかなっていう感じで出して作ってもらいました。これ全部ボタンもくるみでゴムでくるんでもらったんですよ。でデザインもいろいろ考えて、でもないで、これ私がいつもオーダーして、このキャットスーツとかマスクもオーダーしてもらってる池袋にあるクラゲさんっていうアトリエがあるんですよ、ラバーの。そこにもう全部お願いしていつも作ってもらってるんですけど、めっちゃ大変だったって言われましたでこれって普通のお洋服の作り方と一緒なんですよ。ポケット、普通ラバーのコートとかってペタって貼り付けてあるだけなんですけど、これちゃんとこういう作りになってて、普通のお洋服のコートと同じ作りをしてるんですよ。だから一番こことこの襟の丸みの形にすごい気を使ったとは言ってましたね、デザイナーの人が。はい。すごくお世話になってますので。あとこれが長靴ですね。ハンターって皆さんご存知だと思うんですけど、長靴メーカーで、それの今このデザイン作ってないんですよ。これね15年ぐらい前の靴なんですよ。で今すごい海外ですごく高く取引されてて、長靴はすごい必須アイテムで好きなんで、家にもゴロゴロあります。これ何か塗ってる？そうなんですよ。これを着る時用の専用のシリコンオイルがあるんですけど、シリコンのそういう液状のものがあって、それを着る時に中にも塗って体にも塗って、それで着るっていうよりも滑らすって感じですかね。トゥルンって感じで、私にとってマスクしてる時が素顔になります。っていうか、さっきの布の服着てる時ははっきり言って内臓丸出しなのででこういうラバーに関しては私にとっては
肌なんですよね。セカンドスキンっていう言葉があって、第二の皮膚っていう言葉がこの業界にあるんですけど、本当もうキャットスーツ1枚だけだと本当裸です、私にとっては。着たことによって、それでこういろいろつけたりしていくんですけど、なんかこの姿が本当の私なのかもしれないなっていう癖はありますね。フェティシズムってやっぱりこういう物質とか感触になると思うので、私にとってはだからやっぱり最たるものなのかなと思いますよね。こういう感触が普段違うとか普段ないものとか、そういう風になってくるんで、私にとっては。だから街中で私長靴履いてるおじさんとか見るとおっとか思いますよねあそこのだとかね、こうなんかメーカーまで分かっちゃいますねでもかといってなんか消しゴム見て浴場するかってそういうことはないし、輪ゴム見たからってそういうこともないですし、やっぱり私にとってのフェティシズムは人ありき、中身があってそれが出るものだと思ってるんで、なんだろう、やっぱりなんか幼少期に見た特撮ものとかアニメですよね。なんかそういう昔のアニメのそういう人たちってなんかぴったりしてるじゃないですか。でウルトラマンもそうだし、仮面ライダーもそうだし、あと私ガッチャマンの漫画がすごい好きで、タツノコプロのアニメやっぱ子供の頃よく見てたんで、そういう人大体ぴったりしたものにブーツ、それとマント、あとなんか悪役だと必ず顔もかぶってるじゃないですか。それやっぱりへえとか思いますよね。なんかそういうのがだから植え付けられて、もうすごく普通の普段の生活の中に溶け込んでるじゃないですか。だからそこからなんかこうぼんやりきてって感じですかね。であと私やっぱり音楽が好きなんで、パンクとかテクノとかそういうのが大好きなんで、そういう人たちって割とそういう変態な人たちが多いからでパンクとかだとこういう首輪とかテカセとね、秒ついてスタッツついたのとかって多いじゃないですか。そういうのもあるし、テクノってどうなん、私ジャーパンテクノ系が好きなんで、クラフトワークとか大好きなんで、なんかあの人たちって人間じゃなくなることになんかすごくWe are the robotってロボットになることにすごくなんかこうこだわってたから、なんかでもそれ見て人間じゃないものになりたいなってすごい子供の頃から思ってたんですよ。だからなんか人間じゃないロボット、人形になるっていうなんかことがやっぱりね、若い時子供の頃植え付けられたのかななんて思って、でまさにこれって本当人間じゃないものになるに近いから、それでなんだろう、そういう SM 関係の仕事し始めてボンデージとか着るけど、なんだろう、で私海外もドイツとかオランダよく行ってたんで、イギリスとか遊びに、でそうするとやっぱりこれがなんかポピュラーだったんですよ。でそれ見てすごいこんな世界があるんだとか思って、初めなんかエナメルの柔らかい服かなと思ってたけど、ゴム見たらこれだよとか思って、この締め付けだよとか思って、それからハマっていきましたね。全然さっきと雰囲気違う。そうですね、さっきとだいぶ雰囲気が変わりましたね。ですね、どっから行こうか。これ胴付き長靴って言って、一番わかりやすいのは漁師さんが漁する時履くやつですね。で今ってやっぱ軽量化とか素材がどんどんハイテク化してきて、こういうゴムのがないんですよ。ポリエステルとか軽くしようっていうやつなんですよ。で私の場合鳩印がついてるんですけど、これ今ねデッドストックなんですよ。多分年代で言ったら80年代中頃かなの製品なんですよ。カッパもこれ雨がっぱです。これも漁師さんたちが漁をする時に使う雨がっぱなんです。これはミスウマさんっていう日本のプロダクトメーカーなんですけど、これも日本のプロダクトメーカーですね。でこれミスウマさんは普通にと、あとこれ柴田工業さんは普通に今でもあります。であえて私はこういう古いのを着てます。でこのゴム、さっき言ったようなこれガバガバのグローブなんですけど、これはモノタロウさんって
買いました。園芸用とかで使えるやつですね。で向こうの、イギリスのそういう工業用の手袋でマリーゴールドさんっていうところなんですけど、マリーゴールド、ここもやっぱり、日本のそういう普通のこういうおトイレ掃除とかなんかそういう時にするゴムを作ってるやつなんですね。これ全部工業用にも使ってるんですごい壊れないですだから私の場合さっきの薄いゴム手袋の上にこれをつけたりとかして重ねて楽しんだりしてますね。でこれはさっき見たデッドストックで日本だけなんですよ。でなぜ違うかっていうと、まずこれ裏に布の生地が貼ってなくて、ここも全部ゴムなんですよ。でこの胴付き長靴も裏これ全部ゴムだから素肌に着るとゴムがすごいわーって感じるって感じかな。でこのプロダクトは日本にしかなくて、海外のだとこれハンターさんでスコットランド製で今もこれもレアになってるんですけど、これ全部長靴、さっき私の履いてた長靴もハンターですけど裏が布地がついてるんですよ。でゴムフェチってやっぱりダイレクトにゴムを感じたいから、この布があるっていうことで遮断されちゃうっていうこだわりがあるんですよ。で海外の長靴ってこういう一枚ゴムがないんですよ。でやっぱ私もよく考えたんですけど、日本の気候にもよるのかなとか思って、で日本ってすごいジメジメじゃないですか。で湿気も多い。イギリスとかって雨は降るけど日本みたいなそういう長梅雨とかもないから、割と乾燥する時はすごい乾燥、冬とかめっちゃ乾燥してるから、そういう違いもあるのかなって勝手な推測ですけど、そういうふうに思ってたりとかしてて、みんな海外の長靴も探したりとかするんですけど、こういう裏が全部総ゴムっていうのが全くないんですよ。へえとか思って。あとやっぱり私ね、靴底が大好きなんですよ。これ今ね、ハンターってメイドインチャイナが多いんですけど、これはね本当にガチなメイドインスコットランド製なんですよ。ここに、ハンターじゃないスコットランドって書いてあるんだけど、でこのそこってなんだっけね、なんかねもみじ葉っぱなんか向こうの葉っぱをなんか模したものらしくて、なんかこういうデザインなんですよ。私靴のソールを見るのがめっちゃ大好きで、スニーカーとかでもずっとソール見てたりとかするんですよね。なんか知らない手入れは私はこれに関しては水で普通にお風呂入った時にお風呂場でバーッと洗って、水がこういう甲に溜まっちゃうと臭くなるから、そういう匂いがしないようにちゃんと水気は切って陰干ししてって感じですかね。やっぱりなんだろう、手を加えてあげることによってゴムが長持ちするんですよ。手入れすることによってね。だからなんかほったらかしにしとくとうわこんななっちゃったっていうことはよくあるんで、それはもう毎年っていうかずっとそれはなんか繰り返しですね。フェティシズムって一つのそういう無機質に対する愛情の一つだから、表現ですよね、人間の。それはすごい感じます。だから今フェチって言葉がすごい軽々しくなってる気がすごくするんですよ、私にとって。ただ好きの置き換えの言葉にフェチになってるんで、なんかちょっと違うなって思いながらなんか聞き流してはいるんですけど、フェチってやっぱりその人の生きてきた足跡だから、戦争中疎開とかしてたおじいさんのそのフェティシズムと今の体罰を受けてない子供たちのフェティシズムって全然違うから、やっぱりその時代にあったフェティシズムっていうのはなんか進化されて生まれてくるのかなと思ってますね。やっぱりその時に受けた心の傷、がそういう風になっていくもんだと思って、フェティシズムに育っていくもんだと思うから、そうですね、私がなんかこういうのを着ようかなとか興味持ち出したのってちょうどどれくらいだろう、1995年とかだから、5年6年だから、その時だからインターネットってほんとごく限られた人しか使ってない
世界だったし、今みたいに Twitter、ね、X とかない SNS とかないから情報が本当ないんですよ。でなんだろうと思ってやっぱり本で見たりとか、だからすごい本はめちゃくちゃ読めましたね。そういうマニア誌からちゃんとした文献までいろんな本読みました。でまあたまたま海外に行く知り合いがいたんで、一緒によく仕事のその人の仕事のあれでくっついて遊びに行ってたんですけど、こういうショップとかって割となんか住宅地にポツンってあったりするような場所もあったりとかして、で今みたいに Google マップとかない時代だったから、もうどこなんだろうみたいな感じで住所だけはなんかあるんだけど、なんか一つのなんだろう、なんかゲームみたいな感じで言ってたんですよ。その住所というヒントを与えられて、さあそれからひろみはどうするんだろうって感じになって、でまず私その時一つやってたのが駅キオスクで地図を買うんですよ、その年の。で向こうの海外とかってほんとちょっとした路地でもなんとかストラーベ、ドイツだなんとかストラーベなんとかストラーベって言って全部細かい、ほんとこんな細い道でもなんか通りの名前があるんですよ。でそれを住所を見て A to Z って言って、それでわーって調べて見ると、あここだって言って分かるんですよ。でじゃあそこの近くのバス停はどこかなとか、電車地下鉄の駅どこかなみたいに調べてって、それでその紙の地図でうだうだ行ってそれでもたどり着かないんですよ。そうするとなんか近所歩いてるおじさんとか犬の散歩させてるおばさんとかに「すいません」とか言って「エンチショルルン」とか言ってで聞いて「ここに行きたいんだけどどうしたらいいんですか?」って言うと、なんか向こうの人すごい親切だから、なんかそこまで連れてってくれたりとか、なんか僕わかんないからあの人に聞いてみなよとか言って、なんか知らない人の輪ができちゃって、なんかみんなになんか謎解きされてるみたいな感じのところがあって、そういうのすごくなんか嬉しかったですね。今ってなんだろう、Google とかでも一発でパーンっていけたりするじゃないですか。それはそれですごい便利なんだけど、やっぱりなんかそうやっていろんな人に教えてもらったり助けてもらうっていうことがすごく嬉しかったんですよね、私は。だから私もなんかそういう私が今なんかたまに行ってるデパートメントエッジとか、やっぱ海外の人がすごい来てくれるんですよ最近。でやっぱりそういうところでなんだろうな、そういう人たちがなんかどういう情報、どういうの言ったらいい、どういうのそれこそラーメン屋どこがいいだとか、なんか中華料理はどこがいいって本当聞かれるんですよ。でそういう時に「あじゃあここは?」とか「このサイト見てみなよ」とか「ここなんかおすすめだよ」とか言ってなんか教えてあげたりとか、そういう情報交換ができる場所はすごい必要なのかなと思いますし、やっぱりネットってある程度上っ面のことしか分かんないから、そこにこう深く入り込んでいくのはやっぱり人対人しかないのかなっていうのすごい思いますね。それはすごいいつの時代でもこういう格好してても大事にしたいなと思ってますね。私にとって一番自分らしくて入れるものかな。やっぱりゴム着ることによってやっぱ自分のアイデンティティも分かるし、なんか多分ゴム着てる時が一番自分に素直になってるのかなっていうことありますよね。なんかこうやって服でマスクして閉ざしてるけど心は解放されてるのはすごくありますよ。やっぱりフェティシズムの人たちって心の解放だと思ってるから、それは自分もすごい感じますね。本当ガスマスクはガスマスクだけのマニアさんがすごくいるんで、なんか私なんか本当上っ面だけなんですけど、今日2つしか持っていてないんですけど、これがイスラエル製ですね。これもなんかいろんな型があったりとかするんで、なんかこのフィルターの中とか、それでなんかいろいろ番号が違うみたいなことがあったんですけど、これはなんだろう、カナダ製かな、友達から譲ってもらったんですけど、なんだろう、ガスマスクすると自分のね吐息、自分のね心臓の鼓動がすごく響くんですよ。ドゥックンドゥックンって体内回帰っていうのかな、自分がすごい内の中、ゴムの中にグワーって入ってる感じがすごくするんで、それがすごい感じる、ドキドキしちゃうんですよね。
生きてるっていう証が感じられるのかな。現行のガスマスクってやっぱなかなか出ないんですよ。でデッドストックじゃないけどやっぱり軍が放出するもの、特にアメリカのものなんかアメリカ軍の放出ものとかが多いんで、そういうのでなんか私だから前ねどこだろう、横須賀のミリタリーショップでなんか買ったりとかもしたことありますね。一回地下鉄サリン事件とかあったじゃないですか。その時も輸入ができなかったんですよ。で税関で調べられちゃったりとか、そういうことがあったっていう友達はいましたね。何のマニアもそうだと思うんですけど、最終到着目的っていうのないと思うんですよ。なんか修行と一緒ですよ。ゴール決めたらそれはもうその人にとっては死ですよ。それはすごい感じますよね。どうなんだろう。私はすごいやっぱりコロナ禍でみんな閉ざされてたじゃないですか。それこそネット上だけのやり取りだとかリアルで会うっていうことが少なかった3年間って、やっぱり3年4年ってこういうことがあったから、やっぱりその辺を取り返したいっていうか、人間対人間の付き合いをすごい大事にしたいなっていうのはすごくあるので、やっぱりそういうのをみんなができる場所があるといいかなと思ってますね。だからちょっといろいろ考えてはいるんですけど、そういうみんなが楽しめて集まれてっていうのもあればいいし、で逆にそういうところも苦手な人もいるから、そういう人はそういう人でまた秘密の場所があるような場所もあればいいかなと思ってるから、その辺は臨機応変にいろいろ考えたいなと思ってますね。やっぱり人ありきなんで、私はフェチといえども、私もいろんなことを受けたから、いろんなことをみんなに返していければいいかなと思ってますし。